空が青いなあ。はい、おはようございます。今日は3月19日木曜日でございます。はい、ということで今日はね、朝から雨降ってますが、何やらね気温がかなり高いんですよ。はい、ジャンパーいらないぐらい暖かくて、で午前中にはね止みそうでございます。はい。で今日はねちょっと午前中9時にですね、なんか換気扇を交換したいんでっていうことで、はい、ちょっと現場下見に行って、もしちゃちゃっと交換できるようでしたらその場で交換していこうかなと思います。でもう一回ね下地から全部作り直さなきゃいけないんであれば、ちょっと改めてはい行くということでございます。ということでね、頑張っていきます。はい。でね、皆さんね、何かをね始めると必ず出る杭を打たれるということで、飛び出たらね、バッシングを受けたり嫌がらせを受けたり叩かれたりと、そういうことを受ける経験っていうのは皆さん誰でもが、あると思うんですけれども、だからといってね、いやおとなしくね、目立たないようにしてね生きると、そういう選択も一つではございますが、何かをねやりたいと、思って行動し始めるとですね、必ず、そういう状況になります。はい。ですがですね、これはね出る杭が打たれるというよりも、ステージが1個上がってると、もうそういうふうにね考えた方がいいと思います。で、それはですね、乗り越えなきゃいけない壁ができてくると、そういうふうに、認識した方がよろしいかと思います。でそこでね、恐怖おののいて不安になって、もしくは怒ったりして、行動するとですね、100% 失敗しますんでね。はい。それよりもこれは何かの試練なんだなと、これは乗り越えなきゃいけない壁なんだなと、そういうふうに思ってですね、冷静によく考えてですね、それを乗り越える策を考えると。はい。時にはね攻撃的な、思考もしなきゃいけないかもしれませんし、時には、流すとスッと、しれーっと流すと、そういう対策をしなきゃいけない時もありますし、それはですね、よく考えて、決断すると、そうするとねそれが一つの経験値になりますんで、私もね何個もそういう経験を乗り越えてきましたんでね、何があってもですね、なんとかそういうパターンなんだなということで、動じずにですね冷静に対応できます。それを逃げてるその、試練をですね逃げて避けて通るとですね、その経験値がなくなりますんでね、また、何年後かぐらいに来た時に、同じようにですね、乗り越えられないと、そうするといつまでも自分のステージが上がっていかないと、そういうことになりますんでね、なるべく、向き合ってそのステージを超えていくと、障害を超えていくと、そういうふうにしていったらいかがでしょうか。はい、ということで本日もよろしくお願いします。人月。はい、それでは毎朝のモーニングルーティンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちらこちらこちら、写真撮っていきたいと思います。はい、それでは先に撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、それではね、今からちょっと換気扇の交換、してほしいという方が、9時に、待ち合わせしてますんでね、交換じゃなくて、まずは現場見に行ってまいりたいと思います。ちょっと外させてもらいますね。
ああ、そういうことね。もう終わっちゃいます。でも。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、9時にね、お客さんのところ行って、換気扇ね、交換してくれないかということで、とりあえず見に行きますよということで、見に行ったんですが、大きさも同じだったんでね、すぐ交換完了いたしました。はい。でこれがね、大きさ違うとまたちょっと躯体をね、外して、新しい換気扇の枠を作り直して、で周りを切って、壁をね切って大きくしないといけないということなんで、ちょっと大掛かりになるんですけど、はい、同じ大きさだったんでね、すんなり終わりました。はい、ということで、戻ってまいりました。はい、ということで、今日はねちょっと、午後ねその換気扇工事やり行く予定だったんですけど、はい、もう終わってしまいましたんでね、今日はフッツラボハウスセカンドも終わりましたんで、今日はね久々にフッツラボに帰って、水耕栽培とあと畑の方ですね、ちょっとできればはい、耕したいなと思っております。ということでドローンいたします。もしよろしかったらご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということでドローンいたします。ドローンはい、ということでね、今日は午後空きましたんでね、はい、今日は久々にフッツラボから、はい、お届けしたいと思います。はい、だいぶね、忙しくてかなりこっちの家のことをね何もしてなかったんで、今日はちょっと水耕栽培、はい、こちらなんですけど、去年の残骸がねいっぱいあるんですよ。はい、でちょうど季節もこれからね、いい季節なんで水耕栽培を、今日はね、全部まずきれいにして、それから新しくね、こちらまた、サニーレタスとかね、去年4月25日22度、最高温度22度、最低温度15度、その辺からやり始めたのかな。いや、もうちょっと早くやってたけど、あんまり寒いとね、ひょろひょろの芽しか出てこなかったんで、はい、そろそろいいんじゃないかなと思って、ちょうどね時間も空きましたんで、今日はきれいにして、それで、水耕栽培の種をまいていきたいと思います。それと時間があったらこっちの家のね、居住スペースの方の掃除、全然掃除しないんで掃除機かけたいと思います。ということでよろしくお願いします。人月はい、じゃあね、こちらもね、私が自分で作ったシンク台でございます。ここでね、水洗いできます。お湯洗いもできるんでね。はい、ここで洗っていきたいと思います。はい、じゃあ続きましてこのケースの方ね洗っていきたいと思います。
はい、ということでね、全部こちらね洗いました。まるでね回転寿司の皿のようにね、高く積み上がりました。ということで、これからね種をまいていきたいと思います。はい、それじゃあね掃除が終わりましたんで、こちらねスポンジにサニーレタス、ロメインレタス、そしてバターレタス、これをね一粒ずつ、巻いていきたいと思います。はい、じゃあねこちらバターレタス、サニーレタス、ロメインレタス、去年はね4月25日ぐらいに、植えたのかな。今は3月の、3月19日なので去年よりちょっと早いんですが、ちょっと植えていきたいと思います。ということでやっていきます。はい、続きましてロメインレタス。ロメインレタスはねこんな感じ、わかる？だからねちょっとねピンセットでいかないとね全然ダメなんで、一個一個ピンセットでね取って入れていきます。取ったの？取ったの？もうなんか老眼でね全然見えない。はじゃん、はじゃん。はい、じゃあ続きまして、サニーレタス。あ、これ逆じゃん。サニーレタスこっちか。うわ、はい、またねこれがサニーレタスの種。サニーレタスの種とロメインレタスの種はほぼほぼ同じでございます。これをねまた一個一個入れていきます。はい、じゃあね、水入れましたんで、ここに日付3月19日。3月19日。はい、それではね、ちょっとコンセント入れていきますけど、はい、こちらがね、発芽をね、促進するには、660ナノメーターの波長の、赤ですね。赤の、LED が一番いいということでございますんで、こちらのね波長で、発芽をね促進させていきたいと。去年はね4月25日に、入れてだいたい4日ぐらいで発芽したんですけど、どうでしょうか。でねこれがね通常の、水耕栽培の LED なんですけど、真っ白ですね。こちらは赤ということで、発芽を促進させるために赤の LED をつけて発芽を促進させていきたいと思います。ということで、はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、こちらねロメインレタス、サニーレタス、バターレタス、3種類ね、今日3月19日、はい、種を、水耕栽培で始めました。はい、ということで、何日でね発芽するかはまた追ってね、ご連絡していきたいと思います。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。あれ、もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。にゃおはにゃおにゃお。
ということでゲッツ